ワールドウォー2疑惑にようこそ。今回は第二次世界大戦中の米軍で開発されたちょっと独特なまだら模様の迷彩服について深掘りしていきます。フロッグスキンとかダックハンターなんて呼ばれたりもしますね。これ単なる軍服のデザインが変わったっていう話じゃなくて、なんていうか技術とか軍隊の伝統、それから現場の兵士たちの間に結構複雑なドラマがあったみたいなんですよね。そうですね。特に技術的な問題と同じくらい、いやもしかしたらそれ以上に大きかったのがその軍隊らしさみたいな文化的な壁だった。これはありますね。ああ、その文化的な壁気になりますね。ちょっと意外な背景を探っていきましょう。今回の内容を楽しんでいただけましたら高評価をお願いします。また最新の情報をお見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。まず大戦が始まる前っていうのは迷彩ってちょっと古いものみたいな感じだったんですか？そうなんです。なんか近代的な戦争ではもう役に立たないだろうと。最初は狙撃兵が個人で使うような偽装ネット、ああいうのも考えられたんですけど、なんか装備に引っかかったりして実用的じゃないってことで評判はあんまり良くなかったみたいですね。ただ空中写真みたいな新しい偵察技術が出てきた中で、じゃあ一人一人をどうやって隠すのかっていう、工兵隊にいたセイントコーダン中佐みたいにこう先を見てる人はいて、海外の動きなんかを研究して迷彩服の開発に必要だってずっと言ってたんです。なので当面はヘルメットに草とか木の枝をつけたり、顔とか手に泥を塗ったりとか、そういう即席の方法が推奨されてましたね。なるほどなるほど。まずは現場レベルの工夫から、それがだんだん本格的な迷彩服っていう方向につながっていくわけですか？はい、1940年頃ですね、海外での戦闘の教訓もあってまだら模様の迷彩服の実験が、始まります。これが後のよく言われるフロッグスキンとかダックハンターって呼ばれるパターンのご先祖様みたいなものですね。これはもうはっきりと森林とか草原とか自然に溶け込むっていうのが目的ですね。素材としてはやっぱり丈夫じゃないといけないんで、特徴的な綾織のヘリンボーンツイル、それからテントなんかに使う厚手のコットン地、オズナーバルとかダック、そういうのが使われました。片面が緑でもう片面が茶色みたいなリバーシブルのジャングルスーツなんていうのも自作されてます。へえ、リバーシブル、技術的にはいろいろ工夫されてるのに、どうして現場ではなかなか広まらなかったんでしょう？何か意外な抵抗みたいなものが？まさにそれがさっき言った文化的な壁ですね。軍服らしくない、だらしなく見える、そういう意見が根強かったんです。ある記録によると歩兵課のトップなんかは、いや自尊心のある軍隊がこんなもん着るわけないだろうと、そんなことまで言ってたそうですよ。見た目と実用性の対立ですか？それは根が深い問題ですね。単なるデザインじゃなくて軍隊の文化そのものに関わる抵抗だったと言えるかもしれません。その状況が変わるきっかけっていうのは何かあったんですか？それがですね、1941年に行われたかなり大規模な軍事演習だったんです。演習ですか？この演習で実際にまだら模様の迷彩服を着て隠れていた観測員がいたんですね。そのすぐ近く、ほんの数ヤード先を敵役の戦車が通過したのに全く気づかれなかった。目の前を。そうなんです。目の前でその効果がはっきり証明されちゃったわけです。この結果はやっぱり衝撃的で、今まで懐疑的だった上層部もこれは有効だと認めざるを得なくなったんですね。なるほど。演習での成功が突破口になったと、それでようやく正式採用に向けて動き出すわけですね。ここで特に面白いのはですね、あれほど強かった見た目への抵抗感をその実用性、つまり戦場で生き残る確率を高めるっていうまさに生死に関わるメリットが上回った瞬間だということです。理屈じゃなくて実際の効果が固定観念を打ち破ったわけですね。そういうことです。その結果を受けて軍の内部でもじゃあやっぱり使おうという流れになったんですか？そうですね。演習の結果は大きかったようで、歩兵委員会とか機構部隊委員会もこれは有効だと認めて採用を勧告するに至ります。ついに。そして特にジャングルでの戦闘を考えて具体的な戦闘服が開発支給されることになります。ジャングル用。はい。片面が緑系、
もう片面が茶色系のまだら模様になっているリバーシブル仕様で、生地はヘリンボーンツイル、丈夫な綾織りの生地ですね。これでいよいよ実戦投入と。でも話はこれでめでたしめでたしとはならなかったんですよね。そうなんです。ここがまた面白いところで、海兵隊は太平洋の戦場でフロック石金、あれを戦闘服とかヘルメットカバーにかなり積極的に採用しました。でも陸軍は主にヨーロッパ戦線を見ていたこともあって、ちょっと違う判断をしたんです。ヨーロッパでドイツ軍の SS の迷彩と間違えられて友軍撃っちゃったみたいな話も聞きますけど。その友軍誤射の話ですね。それはどうも戦闘記録なんかを調べても裏付けが見当たらないんです。俗説の可能性が高いかなと。陸軍が迷彩に限定的だったより確からしい理由は大きく2つ考えられます。一つは陸軍自身が開発した単色のオリーブドラブ OD77 ですね、緑色。はいはい。これが非常に効果的だと判断されたこと。特にヨーロッパのような広い戦場での上空からの、つまり航空偵察に対する隠蔽効果が高かったんです。なるほど。でもう一つは兵単、つまり補給の問題です。数百万という兵士に何種類もの迷彩パターンを用意するっていうのはかなり複雑になりますから、それを避けたかった。つまり陸軍はヨーロッパでの大規模な戦いとその補給のしやすさを考えて OD77 を選んだ。一方で海兵隊は太平洋のジャングルでのもっと近い距離での戦いを考えてフロックスキンを採用したと。はい。ところがです。実際にその太平洋戦線ジャングルで使ってみると、今度は現場からちょっと予想外のというか厳しい意見が上がってきたんです。動いているとこのまだら模様は逆に目立つじゃないかと。目立つんですか？隠れるための迷彩服なのに。つまりジャングルのような緑が多い特定の環境だと複雑な模様で隠れるよりも、むしろ単色で影みたいに見えなくなる方が。なるほど。静止している時と動いている時では違うんですね。これは迷彩っていうのが単に背景に色を合わせるだけじゃなくて、動きとか光の当たり方とか、そういう中で人間の目がどうものを捉えるかという非常に奥深い問題を提起してるんですね。迷彩ってそんなに単純な話じゃないんですね。結局陸軍としてはジャングルでもやっぱり単色の OD7 の方がいいだろうということになって、また主流に戻っていったんです。迷彩版のジャングルスーツは限定標準品っていう扱いになって、在庫限りで生産は終わってしまいました。はい。戦後も開発自体は続けられたんですよね。そうなんです。赤外線対策をさらに強化したりとか、新しい技術も導入されたんですが、それらはあくまで熱帯地域での作戦用として限定的に調達されたものだったんです。標準装備ではなかった。標準の戦闘服としては相変わらず単色の OD7、1950年代以降は OG107 って名前が変わりますけど、その単色ユニフォームがずっと長く使われ続けたんですよ。標準の戦闘服としてはまだら模様は採用されなかったと。そういうことになりますね。でようやくアメリカ陸軍の標準戦闘服としてまだら模様、具体的にはウッドランドパターンですけど、あれが採用されるのがなんと1981年なんです。1981年。陸軍の工兵隊が1940年に最初の試験開発を始めてから実に40年以上が経っていたということになります。40年。迷彩服一つを取り上げてみても、その裏には技術の進化、素材の科学、軍隊の文化、そして現場での実際の運用っていう、本当にいろいろな要素が複雑に絡み合っていたんですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の内容面白いなと思っていただけたらぜひ高評価をお願いします。そしてこれからの分析も見逃さないようにチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。